棚田嘉十郎は1860年奈良市の谷合の集落に生まれます。長じて内記職となった嘉十郎は1891年頃から奈良帝室博物館構内の植木職として働き出します。これ以降奈良を訪れた観光客から古の御所はどこかと聞かれることが多々ありましたが、嘉十郎はこれに答えることができませんでした。1896年12月、嘉十郎は先の村に宮跡があると聞き現地を訪れました。跡地一帯は水田となっていましたが、大極殿の一帯はところどころに土壇が残るほかは水田になっていたようです。ここには農家がつないだ牛の糞が山になっているところもありました。これを見た嘉十郎は、これが皇居の跡かと涙したといいます。これが以後25年にわたって平城宮跡保存に打ち込むことになった原点でした。この時嘉十郎は36歳でした。1900年1月1日の奈良新聞に関野忠の古の奈良平城宮大極殿石工と題する論文が掲載され、平城宮の存在が広く一般に知られることとなりました。この頃嘉十郎は宮跡から掘り出された瓦を買い集めて切り箱に入れて配布したり、北浦貞正の平城宮大々理跡壺割図の略図を描いた扇子を1000本作ってこれも配布していました。こうした活動を見た周囲の人々はいつしか嘉十郎のことを大極殿狂人と呼ぶようになっていました。1901年奈良で赤十字総会が開かれ、総裁の小松宮親王が来見し、嘉十郎は直々に保存事業は汚れなく行うようにとのお言葉を賜りました。このことが皇室崇敬の念の強い嘉十郎にとって励みになるとともに、運動にかける信念を一層強くすることとなりました。またこの後要人に会う際の有力な援軍になりました。1902年嘉十郎は県会議員や生駒郡長に働きかけ、平城神宮建設会が組織されます。これは平安遷都1100年を記念して平安神宮が建設されたことに刺激されたようです。一方地元ではこうした動きに対して保存にお金がかかったり電磁が潰されたりするのではないかとの懸念から反対する者もいたようです。しかし十分な資金が集まらなかったため解散します。1903年以降、嘉十郎は東京の政府要人を訪れて平城宮保存の必要性を訴えるようになります。その際運動資金として寄付の申し出があったりしますが、それを断り手弁当で行ったことが嘉十郎の気持ちは純粋であるという評価につながりました。しかしこうした活動を続けた結果、嘉十郎の生活はさらに苦しくなっていきます。1905年には税金滞納により税務署員が立ち入り、差し押さえの封の糊を要求したところ、ご飯を炊く米もない窮状を知り、仕方なく引き上げたと言われます。1910年頃には保存運動の資金不足または債務のため自宅を売却することになります。1911年嘉十郎は奈良県知事から平城神宮建設には大金が必要なため建設を断念し、旧跡の用地保存を主とした保存会を組織する方向に転換することを告げられます。またこの年、紀州徳川家の出である貴族院議員徳川頼道に面会することができ、平城宮保存を訴えました。徳川頼道は当時40歳で、視察先の奥州で古い史跡が検証されていることに感銘を受け、史跡名称天然記念物保存法の制定を訴えていたところでした。頼道は嘉十郎の活動に賛意を示し、三菱の岩崎久彌をはじめとした財界人の支援も受けることになりました。1912年、嘉十郎は大極殿への同標とすべく三条通り沿いに石標を建てました。現在も JR 奈良駅の一角に残されています。1913年、奈良大極殿跡保存会が徳川頼道公爵を会長として設立されました。設立主意書には徳祉家の棚田嘉十郎氏が早くから率先して平城宮の保存を訴え、苦労もお金も惜しまずに奔走したと盛り込まれていました。文字をよく読めない嘉十郎は妻
家に繰り返しこの水書を読ませたと言われます。1914年、加十郎は脳一血で倒れ、視力をほとんど失います。1915年、保存会に集まった寄付金1万3000円で電磁 2.5 ヘクタールの購入と地元宮戸村から 0.47 ヘクタールの土地の寄付が決まりました。またこの年11月には福田会という宗教団体が加十郎を訪ねてきて、保存会への匿名での資金の寄付を申し出ます。加十郎は福田会の代表とともに徳川頼道を訪ねます。頼道は加十郎を信頼し、申し出を受ける方向で検討すると返答し、その後の保存会の発起人会でこの案が承認され、宮跡の保存事業は一気に加速します。ところが、宮跡の土地買収の手続きにおいて、名義が福田会の代表者になっていることが判明し、加十郎たちは驚愕します。このことを問い詰めると、福田会は知事に頼まれて納税のためにこうなったと釈明します。今となっては真相は不明ですが、このような重要なことが福田会の一存でできたとは考えにくいこと。名義が福田会であれば工事費用も負担してもらえ、その後寄付してもらえば県としては何かと都合が良かったのではないでしょうか。1919年には奈良県が監督し、福田会が業者を使う形で宮跡の保存工事に着手します。加十郎はこの工事にも地鎮祭が神道式ではなく仏式で行われたことや、地鎮祭の後も人糞などを流して工作していることに対して抗議します。この頃になると新聞に福田会は平城宮跡の乗っ取りを企んでいる、大阪の真っ只中に不思議な婦人の集団といった福田会を攻撃する記事が盛んに出るようになります。一方、記事の内容が徳川公爵を侮辱するものだとの批判が出て、加十郎は県から叱責を受けます。1921年、加十郎は妻子が墓参りをしている間に自宅で自尽し、61年の生涯を終えます。加十郎の自尽は特命特使課が約束を破ったことの責任を取った行為とされます。しかし加十郎には平城宮保存の一番の功労者は自分であるという自負がありました。福田会が匿名でなくなることは、その功労者としての名誉を奪われるという嫉妬心という一面もあったのかもしれません。いずれにせよ、加十郎の純粋すぎる思いがこの悲劇につながってしまいました。この後工事は中止となり、福田会の名義になっていた土地は保存会に寄付されます。1922年には史跡名勝天然記念物保存法により、旧域の東半分が史跡指定を受けます。1919年から20年にかけて行われた整備工事では、長道院と大極殿院とを囲む幅 2.4 メートル、深さ 0.9 メートルの石組みの護岸がされました。この工事では掘削をしたところ、多量の瓦とともに凝灰岩の石列が検出されました。1924年に再開された整備工事に伴い、調査を担当した上田三平は、とりあえず瓦の回収は後回しにして、この石列がどのように続いているのかを確認することに重点を置きました。この結果、敷石の溝や礎石列が検出され、平城宮の研究には地下遺構の調査が不可欠であることが認識されることとなりました。当時の整備工事により作られた溝は現在も残されています。このような工事は現在の視点で見れば明らかに遺跡破壊となる行為ですが、当時はそうした認識はなく、平城宮の保存は皇室の検証という意味合いが強かったのです。ともあれ、結果的に遺跡の破壊は最小限に食い止められることとなりました。平安京と違って平城京以前の都の調査は文献資料が少なく、考古学的な知見によって明らかとなることがほとんどです。地下の遺構を検出することの重要性が認識され、これ以降の平城京の調査につながり、今日の成果となっています。加十郎は自尽することにより、平城宮保存のために全てを捧げた人というイメージが定着しました。一方、福田会は加十郎の自尽以降身を引き、匿名的存在へと化していきます。しかし、
寄付金10万円のうち福田会が8万円を負担しており、そのことが平城宮跡保存に貢献したこともまた事実で、保存会もこのことを評価しています。棚田嘉十郎の生きた時代は、皇室に対する臣民の忠節が求められた時代でした。嘉十郎の行動は、一庶民の皇室に対する畏敬の念から、皇族や家族を動かして、平城宮の保存活動が報われたことと言えます。当時は、平城宮保存の意味は、皇室崇敬のために検証することでした。このため嘉十郎は、模範的な臣民として検証されます。ただ、これも時代とともに変化し、戦後は文化財保存の民間の先駆者として評価されました。平城宮の保存は、もちろん棚田嘉十郎一人でできたわけではありません。今回紹介できませんでしたが、彼の他にも、地元住民との交渉や資金援助をした溝部文四郎、私生活を援助した石崎正三、中央家族を紹介した土方直之、保存事業の実務を担当した塚本義直、家族として最大の支援をした岡部長元など、多くの人々の尽力によって今に伝えられているのです。棚田嘉十郎の銅像は、朱雀門の南、伊座内館の前にあり、最初に史跡指定された第二次第五宮殿の方を指さしています。皆さんも平城宮を見学される際には、棚田嘉十郎の銅像に立ち寄って、当時のことに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。